ルルルトゥルルルトゥルルルルトゥル。皆さんこんにちは、杉田千尋です。私は今釣りフェス2026 in 横浜の会場に来ております。昨今年々釣りをする女性が増えてきているということでね、釣り業界釣り美女多いんですよ。この会場にも今回いろんなジャンルの釣りをする女性がいるということで、今回は釣り美女突撃というテーマで、気になった人を会場で見つけ次第話しかけて、どんな釣りをしているのかとかお聞きしていきたいと思います。本当に美女多いんで、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はじめまして。自己紹介お願いします。私全国釣り竿公正取引協議会のアンバサダーをしています高末理香です。理香さんとはもともとね、もうなんか何回か一緒に釣り大会とかでご一緒してるんですけど、普段は何釣りがメインなんでしたっけ？普段はオフショアがメインで、でも最近エリアトラウトとか、去年は鮎釣りもデビューして、ちょっといろいろまた今年もヘラとかやってみたいなっていうので、なんか割と手広く手を出しています。大物釣りのキャスティングとかも。そうですね、キャスティングも去年初めて GT とか。手広いですね。そう、手広く欲張りで。何きっかけで釣りを始めたんですか？釣りはでもコロナがきっかけで、お父さんがもともと釣り好きだったんで、お父さんと行って気づいたらもうお父さんの竿を借りて一人で釣りに行ってたっていう、気づいたらもうのめり込んでる状態でしたね。今はいろんな釣りをやってるけど、その中でも特にここ頑張っていきたいなみたいな釣りってありますか？去年キャスティングのビッグゲームを始めたので、自分の体重より大きい魚はいつか釣ってみたいなっていう目標はできましたね。なるほど。今までの理香さんの中のベスト釣果を教えてもらえますか？いっぱいある。どれかやっぱ人生で初めて釣った GT ですかね。かっこいい。膝乗せました？膝乗せました。膝乗せたし、一緒にプールに入りました GT と。今後の目標というか、どんな感じでやっていきたいなみたいなところを最後にお伺いしてもいいですか？とにかく安全で元気に私腰痛持ちなんで、結構釣りに夢中になって帰って腰が痛くなるみたいなことがあるので、体のケアもしながら釣りしたいなと思ってます。一生のね趣味なので楽しんでいきたいです。ありがとうございます。立花光葉さんです。よろしくお願いします。素敵な笑顔が光ってますね。ありがとうございます。7代目アングラーズアイドルやらせていただいております。いろんな釣りされてますよね、もともと。そうですね。そのアングラーズアイドル選んでいただいてからは、すごいいろんな釣りをさせていただいたんですけど、プライベートでよく行くのは海釣りの餌とかが多いですかね。私は結構食べて美味しい魚を釣るのが好きで、最近は結構そのプライベートで全く釣りしない友達を誘って、私の友達みんなお酒が大好きなので、カワハギとかシロギスを一緒に友達と釣りに行って、釣った魚で一緒にさばいて、釣り魚でお酒パーティーするのがハマってます。最高ですね。そんな立花水穂さんなんですけど、ピラティスのインストラクターもやられてる。ピラティスインストラクターを一昨年ぐらいからデビューしましてやっております。今までの水穂さんのベスト釣果？めっちゃありすぎるんですけど、ランカーシーバスを釣りたくて、先輩のブーちゃんとかに連れてってもらったんですよ、ボートシーバスに。で、最初全然釣れなくて、もう一日中投げまくってたんですけど、全然釣れなくて、本当に最後の最後にランカーには届かなかったんですけど、78.9センチぐらいのシーバスが釣れたことが、釣り始めて1年経ってるか経ってないかぐらいの時だったので、印象深い、やっぱ釣りって楽しいなって思わせていただいた思い出深い釣りでした。最後に見てる視聴者の皆さんに何か一言お願いできますか？今年2026年この釣り竿公正取引協議会のアンバサダーを高末理香さんと一緒にやらせていただいておりまして、釣り具屋さんとかでこういうポスターとかいろいろ貼っているので、よかったらこれを機会に CFRJ というマーク、釣り竿に貼ってあるマークなんですけど、これ皆さん注目していただけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。アルファタックルフィールドスタッフのなおちんこと井上直衣です。なおちんさんといえばね、マルイカですよね。ありがとうございます。マルイカ以外にもね、いろんな釣り行かれてますよね。もともとはルアーでシーバスだったり、あとはティップランだったりっていうのにハマって、今はそうですね、船釣りでマルイカとか、ワンフグとか好きですね。一番ハマってる釣りってやっぱりマルイカですかね。マルイカだと思います。今までで一番やらかしたっていうエピソードなんか教えてもらってもいいですか？
それは意外と私なくて、でも唯一やらかしたとすれば大御所の名前を大きい声で間違えるみたいなしかも収録で例えばちーちゃんだとしたらさあちゃんみたいなずっとそれ言って途中で気づくみたいな、それはうわやばいどうしようみたいなのはありました。なおちんさんのベスト釣りショット1枚教えていただけますか？島アジ、去年イサキを狙ってたんです、大原で。そうしたら島アジが釣れて、しかもめちゃめちゃ大きくて、私的にはすごく嬉しかった。びっくりしました。すごいですね。なかなかかかっても取れないって言いあ、ますもんね。そうなんです。しかも美味しくて、で多分インスタで一番ビュー数が上がった写真なんでベストかなと。はい、これからも初心者さんそして上級者さん楽しい釣りをたくさん伝えていきたいと思うので応援よろしくお願いします。すみちゃんです。こんにちは、すみちゃんです。ハピソンガールの水野すみかと申します。メインは磯でグレ釣りを私はやってます。かっこいい。全然まだまだ。関東で千葉での釣りがちょっと多いかな。なんで磯釣りにハマったんですか？なんでだろう。でもやっぱり動画とかを見ててやりとりとか一番かっこいいなって思って、竿が曲がる感じとかすっごいかっこよくてやってみたいなって思っちゃいました。今までで一番のベスト釣りショット教えてください。いやでもこれかな。記憶新しいので言うとでっかい鮎釣ると鮎釣りもやるんですか？去年からちょっとちゃんとやり始めたんですけど、でも本当に楽しくて、去年のその最終日ラスト人流しで28センチの鮎が釣れて、すごい。もう本当に感動しちゃって一番嬉しかったお魚かな。一番美味しかったですでかければでかいほど美味しい。そんないろんな釣りに挑戦するすみちゃんの今年の釣りの抱負を最後に教えてください。今年は去年よりもいろんなところに行って釣りをしたいのと、グレで言うと45センチ以上のチブトは絶対釣りたい。すみちゃんが45センチ以上のグレ釣られる様子をぜひインスタグラムとかで皆さんも追ってください。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。空田さゆりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと自己紹介いろいろしてもらうんですけど、先に私が名前言っちゃいました。そうですね。初代ハピソンガールでございます。和歌山県の串本町出身でございます。空名さゆりと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、第2代目。そうです、2代目アングラーズアイドルの空田さゆりさんですよ。はい、15年前のアングラーズアイドルでございます。そんなに経ちました。2011年からなんで恐ろしいですね。時が経つのは早いですね、皆さん。空田さんってもう本当にもうみんなにめちゃくちゃ優しいんですよ。本当に優しくて。俺初対面だから。いや、わかります？この空名さゆりと申します。よろしくお願いいたします。もう誰でも見たらちょっと喋ったらポッてなっちゃうこの雰囲気がもう釣り美女の真骨頂ですよ。メインの釣り場はどちらになりますか？フィールドは今和歌山の串本町に住んでいるので、串本近辺だったり和歌山方面が多いですかね。関西の方が多いですね、どちらかというと。釣り物でいうと何が一番行かれますか？いろいろオールジャンルするんですけど、ジャンルでいうと鮎釣り、磯釣り、船の餌釣り、船のジギング、スーパーライトジギングから中深海スロージギングまで幅広く、アジング、バス釣りもするし、めちゃめちゃ行きますね。いろいろエギングも野猿もやるしという感じなんですけど、一番のメインは今は鮎釣りと磯釣りと船のジギングですかね。釣りを始めたきっかけって？きっかけはですね、和歌山の串本町っていうところはもう釣り人のメッカと呼ばれてるぐらい釣り人が大好きな町というか憧れのところなんですね。自然が豊かなところなので、幼稚園の頃から遊びのうちの一つとして釣りに行って遊んでっていう感じで当たり前だったっていう感じですかね。幼稚園の頃はね、もちろん父親とかお兄ちゃんに連れて行ってもらってたんですけど、小学校低学年の頃から一人で行ったりとかで、それが今仕事につながってるっていう感じですね。そんな空野さんのここ最近で釣れて一番嬉しかった超過写真って何かありますか？つい最近、もう3日4日前なんでめちゃめちゃ最近ですね。めちゃくちゃ最近です。グレの深瀬釣りで、40センチ以上を釣るっていう目標が今年掲げてたんですけど、今年の初っ端の深瀬釣り 46.5 センチを釣ることができて、
はい、もうそれはめちゃくちゃ嬉しかったですね。久々に魚釣って泣きました。ちーちゃんフィッシング、私もたまに見させていただいてるんですけど、本当に明るくて素敵な女性だなと思っておりますので、はい、これからもちーちゃんフィッシングを、はい、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。すいません、なんかここで自分のお話じゃなくて私に向けた話をしてくれるっていうところにちょっと人として見習わなければいけないところがたくさんあるなと思いましたということで、空田さん、えりさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こんなところにも美女がお名前をお伺いしてもよろしいですかというか、もう存じてますが。ありがとうございます。レイナさん、はい、姫野レイナです。普段のフィールドはどちらになるんですか？普段は明石がメインになります。関西エリアですね。実はハピタコのフィールドテスターさせていただいてて、タコ以外にもいろんな釣り行ってますよね。タコ以外はカワハギ、タチウオ、タイラバ、あとちょっといろんなものを挑戦してみてます今。一番好きな釣りは何ですか？一番はもうダントツでタコ釣りが、それがもうお仕事でさせていただいててもすごくありがたいお話で。釣ったタコはいつもどうやって食べてるんですか？いつもはお店、キャバクラで働いてるんですけど、キャバクラのお店に持ってって、お店で処理してお客様と一緒に食べたり、あとは冷凍してみんなに配ったりとか。ベスト超過、このハピタコの前のデザインの時に明石で 3.69 キロのマダコ釣って、それがもう今でも一番できる釣りになります。ということで姫野レイナさんでした。ありがとうございました。エリさん、お久しぶりです。久しぶりです。恥ずかしい。相変わらずお綺麗です。恥ずかしい。石坂エリです。よろしくお願いします。エリさんは、メインフィールドは関東、東京湾多いです。タチウオ、アジとかが多いかも。冬はカワハギ。でも美味しいもの基本釣りに行ってますよね。はい。なんかマグロとかも去年行ってました。マグロは行ったけど娘が釣って私は釣れなかったです。エリさんはこう見えても美ママと言いますか、娘さんもものすごい綺麗なんですよね。お二人で釣りに行かれることも。でも娘と行く時はキス釣りとかそういうので、大物の時はちょっと知ってる人を連れてアテンドしてもらえる。今までではい一番釣って嬉しかった魚、白アマダイを釣ってみたいのに全然釣れなくて、去年行ったら1投目で大きいの釣れた。でその後にもう1回釣れて2個持ちできたのが可愛いし綺麗だし、狙ってたのが釣れたから嬉しかったです。もうそれはもう自分だけで食べるのがもったいなくて、いつも行く近所の居酒屋さんに持ってって調理してもらってみんなに振る舞いました。今年はいつもなんか苦手意識が多くて行くのどうしようかなと思うことが多かったんですけど、それをやめて、アマダイとかも苦手だったけど行ったら釣れるようになったら楽しくなったんで、新たな扉を開いていこうかなって思ってます。ということでエリさんありがとうございました。ありがとうございます。突撃すみません。ちょっとまた美女がお通りになられてお声掛けしてます。自己紹介お願いします。はい、れいこです。れいこさん、お願いします。普段よく行く釣り物は何になりますか？タコです。タコが大好きです。品川湾とか、あとは明石、関西の明石からも来たりします。地元が関西なんで。関西弁ですもんね。はい。釣りは何きっかけで始めたんですか？釣り友人きっかけです。3年前ぐらいに始めました。じゃあ行ってみようって言ったらめちゃくちゃ面白くて、そこからハマってます。今ではもうじゃあ自分で。そうですね、一人でも行ったりします。料理もしますか？料理もします。頑張って。ちょっとまださばくのは練習中ですけどね。はい、ブリのブリしゃぶ。美味しそう。めちゃくちゃ美味しかったです。今まで釣った中で一番の釣りベストショットを教えてください。こんぐらいのブリですね。ちょっと引き上げるまでにめちゃくちゃファイトしちゃって、腕半年痛めたんですけど、釣れた時の達成感は。どちらで釣られたんですか？それは茨城の鹿島。鹿島沖から出ました。ジギングで。そうですね、ジギングでこんぐらいのジグ使ってでか頑張って釣りました。今年の釣りの抱負を最後にお伺いしてもよろしいですか？今年はもうタコ1本で行こうと思ってるので、かっこいい。シーズン中は毎週タコ釣りに行って冷凍庫をタコでいっぱいに埋めます。れいこさんのインスタグラムありますので、皆さんもタコ釣りの超過追ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。仕事してたら美女がお声掛けくれたので、ちょっとこちらで撮影させていただきたいと思います。まず自己紹介お願いします。住田さくらです。さくらさん、釣り歴はどのくらいなんですか？釣り歴は1年半ぐらいです。フレッシュでいいですね。普段はどのあたりで釣りをされることが多いんですか？普段は東京湾か外房の方とか行くことが多いです。
タイとかタコとかタチウオとかカワハギとか。じゃあ私と同じ船ジャンル。そうです。ポッポかけて。ありがとうございます。個人的にはタチウオがすごい面白かったので好きかもしれないです。何して食べたんですか？全部天ぷらにしました。最高ですね。ちなみにその船釣りを始めたきっかけは何だったんですか？会社の先輩に誘われまして、タイに連れてってもらったことがきっかけです。嬉しかった釣りのベストショットを教えてください。なんかでかくないですかこのタチウオ？ちょっといいやつが釣れたのかな。多分横浜の八景とかの方に行ってる。天秤タチウオです。天屋で。すごい天屋で。今後は東京湾とか外房とか一周したので、大きい型の魚を狙っていきたいかなと思います。さくらさんありがとうございました。有沙かつアリコこと鈴原ありさです。よろしくお願いします。メインの釣り物教えてください。いろんな釣りが好きなんですけど、最近メインでやってるのは渓流釣りと小物釣りになります。釣りを始めたきっかけって何だったんですか？ちっちゃい頃から滋賀県で琵琶湖に囲まれてたんで、そういうところでちょこちょこ釣りすることはあったんですけど、学生時代の時にカニ釣りに行って全然釣れなくて、でそれなんで釣れないんだろうと思ってやってたら、もうどんどんハマっていきました。いつも完璧に見えるありこちゃんなんですけど、釣りのやらかしエピソードが聞きたいんですけど。やらかしでもやらかしてばっかりかも。渓流行ったらもうウェーダーを忘れたから釣りにならへんかったとか、一回ルアーケースを全部その場で置いてきてしまって2時間ぐらいかけて戻ったけどもうなくてあれはもうやらかしましたね。ショックやった。今までで一番の嬉しかった超過写真教えてください。ほんまにそれが嬉しかったのが、ちょうど去年の話なんですけど、ずっと渓流に約10年間通ってて、やっとずっと求めてた40のヤマメが、本流ヤマメが釣れたのが本当に嬉しかった。スーパーヤマメ、もうほんまに何年も通ってたからやっと釣れました。結構通ったんだよね。めっちゃ通ってた。もう多分ほぼ今年は毎週通ってた。何日間かずっと行って、朝やって昼はまた違う川行って、で夕末目に備えてもほぼ一日ずっと歩き回ってだいぶ運動しました。ではたまた渓流釣りもやるけど、小物釣りは何を狙うんですか？卵とか、あとモロコだったりクチボソだったりとかオイカワとか、本当にちっちゃくて綺麗な可愛い魚が多いです。できるとこが景色がやっぱりこう田んぼに囲まれてたりとか、あと結構道具も小さいからお気軽にのんびりとできるのが好きです。2026年の釣りの抱負を最後に教えてください。卵の種類がやっぱ何種類かいるので、日本全国行ってこれからどんどんいろんな卵に出会いたいなと思ってます。もちろん渓流もまた40アップ狙えるように頑張ります。ということでありがとうございました。ありがとうございました。小野瀬未来さんです。ご無沙汰してます。一回やった以来だよね。本当久しぶりです。前番組でもご一緒させていただいて、お姉さんって感じなのはもともとですけど、なんかさらにエレガントになられた感じで未来さんといえばもう舞台の女優さんですから。そうですよ。最近ちょっとテレビもちょこちょこ出始多岐にわたり活躍する釣りがあるということで、いつもどんな釣りやられてました？基本的には沖釣りがメインなんですけど、だいたい遊漁船乗ったりだとか、最近はボートに乗って3人とか4人で一緒に釣りすることが多くなりました。一番好きな釣りって何釣りなんですか？一番好きな釣りはタコかな。タコなんですか？それはなんでですか？自分で竿を買ったのがタコ釣りが初めてで、食べれるのもいいし、でタコが一番さ、おろし方早いじゃない。そういうのもあって好き。ベスト釣りショットみたいなを教えてもらうことできますか？なんだろう、1個に絞るんだよね。最近だと2025年の夏に沖縄行ったんですよ、久米島で。その時に初めてトローリングやらせてもらったんだけど、ラグジュアリーですね。トローリングなんて大きいなんかカジキは釣れなかったんだけど、大きいなんかカマスサワラっていう魚が釣れて本当に嬉しかったな、あれはね。また来ます。当たった瞬間にバーって走っちゃっててさ。食べました？これはね、食べなかった。キャプテンが売りに出しました。今年の未来さんの1年釣りの抱負を最後にお伺いしてもよろしいですか？そうですね、最近キハダ釣りに行けてなかったので、キハダ釣りに行きたいから、ちいちゃん一緒に連れてってください。私でよければいつでも一緒に行ってください。それが今年の抱負ということで
りがとうございます。歩いてたら突如遭遇できました。遭遇されました。立水翼さんです。よろしくお願いします。いつも日刊釣りちゃんとか見てます。ありがとうございます。簡単に自己紹介お願いしてもよろしいですか？利水翼です。釣りな規模もともと釣りビジョンさんで番組やらせてもらって、今日刊スポーツさんで YouTube とかやらせていただいてます。普段はタレント業がメインでやってるんですけど、女優さんもされてるんですよね。釣りで言ったら関東が多いです。関東が多いです。じゃあ一番好きな釣り物って何ですか？一番はちょっと決めれないですけど、ヒラメとシイラ、サワラも好きです。じゃあルアーも餌もいろいろやられるっていう感じなんですね。今までで行った釣りの中で一番のベストショット？キハダでもいいですか？かっこいい。大物もやられるんですね。大物も番組の中でやらせていただいて、最初釣り全くやったことなかったんですけど、その番組の中で利水翼が成長していくっていう番組をやってました。でかくないですか？これクロマグロですか？いや、キハダです。45、6ぐらいだったんです。46だ。これはどこで？これは宮古です。海宝丸さん泳がせて、室アジ釣ってから泳がせで。海宝丸の船長さん面白いですよね。めちゃくちゃ面白いです。優しくてすっごいいい人です。じゃあ結構遠征とかもいろんな釣りやられる利水翼さんだと思うんですけど、今後の釣りの目標最後に教えていただいてもよろしいですか？一番最後はちょっと GT に行ってみたい。まだ行ったことないんで GT に行ってみたくて、ただ一旦今年の目標はいろんな魚種釣ってみたいなと思います。わかりました。突撃ですいませんでした。ありがとうございました。実は昨日からちょっとどこで話しかけようと思ってたんですけど、本当にすいません。今はプレッチとつららのこの合同ブースで私は広報とかやってます。岡田まりなです。岡まりです。もう皆さん存じてると思うんですけどYouTube とかもやってます。ぜひ見てます。ありがとうございます。岡まりさんのメインの釣り物っていうのは何になるんですか？いろんな釣りされてるんで。そう、今いろんな釣りはやってるんですけど、渓流とかあとは GT とかのビッグゲームだったり水上バイクでの釣りをやってて、そういう時にジギングとかタイラバとかをやってます。今はメイン。水上バイク見ました？あれめっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。そんないろんな釣りをする岡まりさんだと思うんですけど、ちょっと今までっていうとありすぎると思うんで、ここ最近で一番嬉しかった釣果。ここ最近だったらでもやっぱ GT かな。GT すごいでかっ。ちょっとこの写真後でインスタから撮らせてもらいます。ぜひぜひ。これ奄美大島で産後に女子ツアーを初めて企画したんですよ。岡まりさんが企画したんですか？そう企画して、で女性ばっかりで GT を初めての人も、やったことない人を中心に集めて行って8人でいて4人キャッチしました。すごい。それもすごい嬉しかったし、で GT のそのサイズ別コンテストみたいなのもちょうどやってて、でそのツアーで一緒にいた人が今回チャンピオンなんで、めでたいですね。はい。ぜひ来てください。私ちょっと挑戦しちゃいけないレベルですけど行きたいです。いやもうねすごいいろいろ釣ってるから指導お願いしてもよろしいですか？いやもう私はね日本になれるかわかんないですけど、みんなでなんか楽しくワイワイやってるんで。じゃあすみません、最後にこのチャンネルを見てる視聴者さんに一言お願いします。岡まりチャンネル、あとはインスタグラムとか X とかいろいろやってるので、ぜひフォローお願いします。ありがとうございます。一緒に釣り行きましょう。ぜひお願いします。ありがとうございます。台湾の藤村彩香さんです。よろしくお願いします。こんにちは。台湾フィールドテスターの藤村彩香と申します。普段はですね、何やってるかな、イカとかフグをはじめのいろんな釣りを楽しんでおります。週にね、多分2、3回は船に乗ることがあるかなと思いますので、はい、ぜひご一緒させていただいた際は皆さんよろしくお願いします。藤村さんといえばもういつもインスタ見てるんですけど、ものすっごい魚種が幅広いですよね。そうなんですよ。いろいろやらせていただいてます。ご出身は北海道？そう、北海道の千歳市というところの出身で、中学生ぐらいからもう東京で活動してるんですけれども、はい、生まれは北国です。ザ・フィッシングとかで北海道の釣り行ってるの見ました。あれ秋鮭？鮭も釣りに行きました。網走というところにですね、鮭を釣りに行くんですけども、産卵期ということで、なんとイクラがいや本当羨ましくて、いつも。はい、そうなんです。そんな藤村さんは何がきっかけで船釣りを始めたんですか？そうなんですよね。私のきっかけっていうのがですね、コロナ禍ということだったんですけれども、ちょっと、仕事が割とコロナ禍で影響があってですね、そんな中でやることがなくなってしまったと。これはもう釣りに行くしかないということで、もう決心して、その時に車の免許とかも全部自分で取って、道具も買って、車も中古で買って、
思い切って始めたっていう感じなんですよ。やっぱ自分の道具で釣ったらすごいもっと楽しくなっちゃって、でどんどんもうのめり込んでいっちゃったんですよ。なんかフグも普通のワンフグからトラフグとかまで幅広く行かれた。トラフグ超楽しいですよね。美味しいですよね。美味しいですよね。フグのいいとこってやっぱり道具も軽いっていうのもあるし、食べて美味しいももちろんあると思うんですけど、なんて言ったってさばいてくれるっていう、最高ですね。そこ大事じゃないですか。もう家帰ってもうのんびりできるってのが一番いいですよね。一番釣って嬉しかった魚の写真教えてもらえますか？直近で言うと去年なんですけど、めちゃくちゃ苦労したサワラ。なんか毎年割とね釣れてたイメージだったんですけど、去年本当に当たらなくて、もう坊主でもうやっと釣れたみたいな、この一匹がめっちゃ嬉しかったです。スポニチの取材でやっと釣れたサワラっていうのがありますので、ぜひ見てください。ゴーキさんのブースですごい目を引く美女がおりまして突撃してます。こんにちは。はじめまして。はじめまして。自己紹介お願いしてもよろしいですか？はい、高橋愛と申します。愛さんは普段結構釣りされるんですか？たまに遊びで宮古島とかでなんか楽しみながら。エレガントですね。エレガントです。なんかもうすみません、ちょっと縮尺で見るとモデルさんなんですよ、本当に。ありがとうございます。美しい。今までじゃあ釣った魚で一番嬉しかった魚ってどんな魚がありますか？それこそ遊びで行った宮古島でめちゃくちゃ釣れて20何匹ぐらい釣っちゃったんですけど、その時に高級魚赤人赤人っていうのを釣って食べました。美味しかったですか？美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。普段は横浜でエステシャンをしてます。だからお綺麗なんですね。エステはあれですか、女性のこの美とか顔とか？はい、顔専門のニキビとか毛穴とかに悩む人が来るサロンで、肌質改善の日焼けに焼けた肌でもお伺いしたらちょっともうぜひぜひじゃあそんなエステティシャン兼釣りもされているという愛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。釣りふさ工房で美女発見ということでインタビューさせていただきたいんですけれども、お名前から自己紹介よろしいですか？釣りふさ商店千崎です。よろしくお願いします。普段はたまに釣り行かれるってことだったんですけど、どのあたりで釣りすることが多いんですか？近所のところの船宿さんから出てる船で行かせてもらってて、第二潜水さん船宿さんがあるんですけど、そこからうちのお客さんでもあっていつもお世話になってます。キス釣りですとかアジとかが名目の。初めては親とバス釣りとかをやってたので、小学生の時とかに、ルアーとかで使って遊んでて。釣りふさ商店さんでのお仕事を始めたきっかけって何だったんですか？彼なんですけど、私の友人の旦那なんですが、彼から誘ってもらって入社された。そうです。キス釣り行ってて、やっぱサイズと引数も大事になってくるんですけど、このぐらいのキスを釣った時は刺身バッチリのサイズだったので嬉しかったです。白ギス釣りの楽しさということで、なかなか女性の方とか特に餌触るのが嫌だなって方とかも挑戦してみて、匂いが気にならない商品とかもたくさんあるので、ぜひうちの商品でもぜひ使ってほしいです。ありがとうございます。あゆちさんです。はい、ペジョシャンのあゆちです。結構知り合ってからは長いんですけど、なんかこのカメラの向こう側に立ってもらってるのがちょっとなんか気まずいぐらい。いつも逆にカメラとこっちに一緒に来てもらってるから。でメインは、ジギングがメインにはなるんですけど、ティップランとかイカメタルとかいろんなオールジャンルでオフショアでいろいろやってます。で大体去年で年間で200回兆候ぐらいは。そんなにすごい一番多いかもしれないな。多分なんかバグってるってよく言われるよ。あゆちはパパの船に乗って釣りに行くことが多いと思うんですけど、そうですね。ゆくゆくは船長さんになる。基本アングラーでやりきって、でちょっと自分の家業も継ぎたいなと思いながらで、かっこいい。その準備はしてるのはしてるんですけど、まだアングラーとしてね、皆さんと一緒に隣で立ってやりたいんで負けず嫌いが出ながら一緒にみんなで頑張って楽しみながらやってます。大阪湾がメインでやらせてもらってて、あとはクレイジーオーシャンでティップランとか他のメーカーさんでいろいろ飛び回りながらでやってます。ジギングが一番年間で200
回中多分180回ぐらいはジーングやからフッキングしてるもんね、よく。会う人がみんなもうめっちゃフッキングがって言ってくれるぐらいジーンガーには慣れてるのかなっていう感じですね。去年ね大阪湾で13キロのブリを釣ってるんで、でかっ。それが去年はやっぱ結構メモリアルフィッシュやったんで、それがすごいね自分の中で嬉しかった写真なんで、多分それを13キロのブリもひょいっと上げちゃうわけですね。ひょいとは上がらなかったんですけどやっぱしびれますよね、なんかもうこんだけ青もん釣ってて飽きないんですかって自分でも思うけど、厳しい中のハマチツバスも嬉しいし、もう価値ある一本っていうのも嬉しいし、めちゃくちゃ釣れるのも楽しいんで、やっぱ釣りって最高ですよね。はい、怪我なく安全に楽しみながらめちゃくちゃフッキングしていきたいと思いますはい、ありがとうございました。ありがとうございます。おなじみと言いますか、美穂さんです。自己紹介お願いします。サニーブースにいます金沢美穂です。みぽりんさんですよ。皆さんもういろんな釣りで行かれてて聞くまでもないと思うんですけど、普段どんな釣りをされてますか？基本的には船釣りで餌釣りメインで、一番行くのがタチウオ。美穂さんといえばね、トントン動画ですよね。そう、トン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 。あれはいつから撮ろうって思ったんですか？なんだろう、ディール動画をやってみようってなった時に、やっぱ一番行ってるのがタチウオだから、とりあえずタチウオ撮ってみようと思って撮ったら、友達がなんかミポリンのトントン動画好きって言い始めてからトントン動画っていうなんか言葉が定着して、そう今もありがたいこと広まってくれました。そうなんはもともとどんな感じで船釣りを始めたんですか？船釣りに行くようになったきっかけとか。お父さんが釣り好きで、最初お父さんにアジ釣り船で連れてってもらいました。美穂さんって言ったらもう今や先生っていうか、なんか仕立て船とかもいろいろやられてるじゃないですか。仕立て船って初めて行きたいなと思っていきなり行っていいものなのかどうなのかというか。もう全然来てください。事前に連絡してくださいねそれはいきなりは来ないでください。どんな感じでいつも企画してるんですか？いつもは基本的には SNS で募集してて、もうどんな人でも来てくださいっていう感じで、募集してますね。初心者でももちろん大丈夫だし、上手い人でも結構雰囲気が好きって言って続けてきてくれる人もいますね。結構ファミリーの方とかもいますもんね。そう、お父さんがほんとちっちゃい娘連れて来てくれるとか、すごいほっこりする。結構いろんな写真がなんかほっこりさせてますよね。そうで、連れてきた女の子が次シール交換したいとか言うからもうその時にポチってシール帳で、シールなんかボンボンドロップシール全然売ってないんだけど、もうなんか探しまくって買いに行って無事シール交換できました。こんな優しく交流してくれる美穂さんですが、これが私みたいな一枚思い出の釣りの写真とかってありますか？でもタチウオかな。じゃあちょっとこの美穂さんのベスト紹介こちらです。ここに今出てますいや思ったんだけど、釣りが好きすぎてもう本当に時間が足りないんですよいやめっちゃ行ってますよね。そうだけど体にあんまり良くないから、ちょっと考えて釣りしようかなと思って今年は釣りを入れすぎない、健康第一ということで。とは言いつつ多分すごい行くんだろうなって感じですけど、そんな気がするありがとうございました。ありがとうございます。平場女神あやさんです。こんにちは。島のモニターの中村あやです。東京湾のナブラフィッシングという船宿で、平場船の船長をさせていただいてます。かっこいい。はい。ちなみにもう平場っていうのはずいぶん長くやられてるんですか？いや、平場はね、ここ本当7年ぐらいですね。いや7年長いですよもうでもね、やっぱ分からないことだらけだったんですけど、最近ちょっとだけなんとなく平場って、こういうことをすれば釣れるんだろうなっていうことが分かってきたので、それを皆さんに船でもお伝えして皆さんに平場好きになってもらいたいなという気持ちでやってます。なんで船長さんになろうと思ったんですか？やっぱり私が釣れなくてすごい悔しい思いをした時期があって、でちょっと平場が分かってきた時期に、これをもうみんなに広めたい、みんなに知ってほしいと思った時に、やっぱり手っ取り早いのが遊漁船側だなと思ったので、ちょっと船長になろうという決意をして今の職業になってます。あやさんの船では、平場とそれ以外にも何か挑戦できる釣り物あるんですか？そうですね、秋はサワラとティップランですね、アオリイカ狙ってます。なんか噂によるとちょっとスパルタ船長っていうの聞きますけど、そんな感じしないんですけど。いやそうです、
女性にはとても朗らかに対応させていただいてるんですけど、やっぱり釣って帰ってほしいという思いが強いので、これだったら釣れないなと思うことはもう言葉にしてお伝えしていってます。じゃあそんなもう船長にまでなっちゃうあやさんの、もうこれ私の1枚はこれっていう超過写真なんかありますか？そうですね、やっぱりタイラバが好きになったきっかけのタイラバが3回目に釣れた時の80マダイがやっぱり私のメモリアルフィッシュですね。このタイがいなかったらもう今の私はないですね。これ釣れた時はもうどんな心境だったんですか？腰抜かしました立てなかったです。もう本当嬉しくて心に残ってます、ずっとこの1枚が。船長はもちろんのこと、こうやってシマノの中でもモニターになってっていうところで、どんな風に普段集中して釣りしてますか？とにかく楽しむこと。どんな努力もやっぱり苦しんでやってるよりは楽しんでやってる人にはもう勝てないと思うんですよ。どんな努力も楽しめる環境を自分で作ってあげたりとか、マインドをそっちに持っていくとやっぱり結果もついてくるのが早いのかなと思います。東京湾のマダイ釣らせますので、ぜひナブラフィッシングにいらしてください。お願いします。バス釣りの市木カレンさんです。はじめまして。皆さんはじめまして。もう目を引く花に突撃インタビューで申し訳ございません。ありがとうございます。すいません、無茶ぶりで。とんでもない。シマノのモニターをさせていただいてます市木カレンです。バスフィッシングを中心に関東全域、あとは関西の方も車でほぼ全域行ってるんですけど、メインは関東でバスフィッシングをやって YouTube とかバスの大会を開いたり、たまには海の釣りを行ったり、何でもやってます。結構いろんなところに行って、なんか日本中飛び回ってる。いや違うな、世界ですね。世界回ってますよね。そう、3年前はブラジルに行って、かっこいいですけど市木さんっていつもどんな釣りというか、なんか釣りのモットーみたいなのってあるんですか？そうだな、自分がモットーは釣りを楽しむっていうのはモットーで、あとはバス釣りの大会をやったり YouTube をしている根底にあるっていうのは、やっぱりこう釣りを楽しみさをもっと広めていきたいっていうので、自分でもチャレンジしたりとか、いろんな知らない釣り場に行ってみたりとか、そうやってこう釣りを楽しんでいる姿を発信することによって、そういう人が増えればいいなっていう気持ちでやってます。市木さんといえばフルフッキングという言葉があると思うんですけど、ありますね。どういう経緯で生まれたんですか？これは自分の YouTube を始める時に、自分のこう持ち味みたいなのってなんだろうって考えた時に、フッキングを褒められたことがあって。迫力ありますもんね、あれバーンってね。そう、足一歩引いてフッキングするみたいな。いや最初見た時びっくりしました。本当？すごいと思ってだからそういうのがあった方が見た人にも伝わりやすいかなと思って、フッキング褒められたもんだから調子乗っちゃってじゃあフルフッキングで何事にも全力でっていう意味でフルフッキングのを大事にはしています。なるほど。今アパレルとかもやってますよね？アパレルもやってます。自分で全部デザインとかも？そう、自分でデザインして、ボディとかも自分が着たいものを中心に選んだりとか、声を取り入れたりとか、あとデザインは自分でデザインやってるので、それを販売会できるイベントをやったりとかもやって。じゃあ市木さんの中でもうこれが私の1枚というかメモリアルみたいな写真って何かありますか？あります。これどんな時の1枚なんですか？これは一人でロケを任されるっていうの、バスのロケをやった時に60を釣ろうっていう企画で。見たかも。そう、島野のですよね。島野の見ました。めちゃめちゃ感動的だったやつだ。そう、ギリギリ届かないけど、でも自己記録は更新するっていう、もうなんか奇跡的な魚。もうあれがあったおかげでいろんな人がもっと見てくれるようになったし、インパクトも与えられたし、なんかいろんな意味でメモリアルっていうか。なるほど、ありがとうございます。私が大事にしてきたのはやっぱり全力で釣りを楽しむっていう、結構ね、女性だからっていうのでいろんなことを言われたりとかもするから、こう悔しくて上達みたいなところはもちろんあったんだけど、何よりも一番大事なのはやっぱり釣りを楽しむことで、自分が投げたいとか、自分がこういう魚が釣りたいとか、こういう釣りで釣りたいみたいなのを他の人の意見に左右されずに自由に楽しんでほしいなって思います。めっちゃいいことですね。すいません、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。釣りフェスも2日目も僕も満喫しましてくたくたです。最後の美人釣りガールをご紹介したいと思います。この方です。いや、きついって、こんだけいろんな方に凸してんだから。わかりました。僕からご紹介します。美人杉田千尋です。
杉田って名前いいよね。ほら、釣り杉田千尋とかさ、下手杉田千尋とかさ。美女杉田千尋。うん、いいから。改めまして、杉田千尋です。メインの釣り場は関東全般に活動しておりまして、餌釣りをね、船での餌釣りをメインに、活動をしております。いいよ、このチャンネル見てる人は。いや、さっさと終わらせて。そうですね、私が、釣って一番嬉しかった魚はですね、こちらです。じゃあ今年の目標、最後お願いします。自分よりも重い魚は釣ったことがあるので、自分よりも背の高い魚が釣れるように頑張ります。はーい、以上です。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。